霊界通信小桜姫物語浅野和三郎千代65小桜神社の由来。ついうっかりお約束をしてしまいましたので、これから私が小桜神社として祀られた次第を物語らなければならぬ段取りになりましたが、実は私としてこんな心苦しいことはないのでございます。ご覧の通り、私などは別にこれと申して優れた器量の女でもなく、また修行といったところでたかが知れているのでございます。こんなものがお宮に祀られるというのは確かに分に過ぎたことで、私自身もそれはよく承知しているのでございます。ただそれが事実である以上、どんどころなく申し上げるようなものの、決して私が良い気になっているわけでも何でもないことをくれぐれもお含みになっていただきとう存じます。私にとりてこんなしにくい話はめったにないのでございますから、だんだん事の次第を調べますると、話はずっと遠い昔、私がまだ現世に生きていた時代に遡るのでございます。前にもお話しした通り、夫の討ち死に後、私はしょっちゅうそのお墓参りをいたしました。何しろお墓の前へ行って名目すれば、必ず夫の在りし日の面影がありありと目に映るのでございますから、当時の私にとりてそれが何よりの心の慰めで、よほどの雨風でもない限りめったに墓参を怠るようなことはないのでした。今日もまたお目にかかってこようかしら。私としてはただそれぐらいのあっさりした心持ちで出かけたまでのことでございました。この墓参りは私が病の床に着くまでざっと1年余りも続いたでございましょうか。ところが意外にもこの墓参が大変に里人の感激の種となったのでございます。小桜姫は本当に烈女の鏡だ。まだ裏若い身でありながら再演しようなどという心はみじんもなく、どこまでも三浦の殿様にミサオを立て通すとは見上げたものである。そんなことを言いまして、途中で私とすれ違う時などは、土地の男も女も皆涙ぐんで、いつまでも私の後ろ姿を見送るのでございました。里人からそんなにまで慕ってもらいました私が、やがて病のために倒れましたものでございますから、そのために一層人気が出たとでも申しましょうか。いつしか私のことを世にも類いなき烈婦、気性も武芸も人並み優れた女上部ででもあるように囃し立てたらしいのでございます。そのことは後で指導役のおじいさんから伺って、自分ながらびっくりしてしまいました。私は決してそんなに偉い女ではございませぬ。私はただ自分の気が済むように一筋に女として当たり前の道を踏んだまでのことなのでございまして、もっとも最初は別に私をお宮に祀るまでの話が出たわけではなく、時々思い出しては野良への行き帰りに私の墓に香迎を手向けるくらいのことだったそうでございますが、その後ふとしたことが動機となり、とうとう神社というところまで話が進んだのでございました。まことに人の身の上というものは何が何やらさっぱり見当が取れませぬ。生きている時には散々悪口を言われた者が、死んでから口を極めて褒められたり、またそのあべこべに生前映画の夢を見た者が墓場に入ってからひどい恥ずかしめを受けたりします。そしてそれが少しもご本人には関係のない事柄なのですから、考えてみれば誠に不思議な話で、先日積ればこれはやはり何やら人間以上のくしびな力が人知れず奥の方で働いているのではないでしょうか。少なくとも私の場合にはそうらしく感じられてならないのでございます。